これ02モデルって2002年モデルで、僕のは2003年登録のやつかな。だからニュールでタイムアタックしたのがあれ2003年だから、その時に登録した車です。あれですか、普段たまに乗ることあるんですか？プライベートではない。もう今やもう鈴鹿にイベントに乗ってくだけ。それも最近はね、前後にゴルフのイベントとか NSX オーナーの有志とゴルフを考えてるんで、ゴルフバッグ持ったり宿泊のバッグを持ったりなんかすると入らないんで、だから最近はもう鈴鹿行くのにもメルセデスで、今度の12月には乗ってこうかなと、鈴鹿へ。じゃあちょっと今日は久々に、まあ一般道ですけど、ちょっと簡単にもう全然問題ないですし、はい。これ助手席誰が乗る？一応僕乗るつもりです。まだ大丈夫ですか？いや、乗るならね、これはもう軽量化のあれで、そういうことですか。配線一つまで消してるから。いや、今開かないなと思って。ドアこっちでやらないとミラーだって動かない。そこまで軽量化してる。ガンさん仕様ですね、これは。これあんまり大きい声じゃ言えないけど、ガンさん仕様ニュールのタイムアタック用だから、今はね世界に一台だ。もう塗装も違うけれどもエンジンも違うし、ギアレシオも違うし、シフトレバーとかブレーキのペダルなんかもちょっと違うし、これ今そういうことで世界のオーナーが全部知ってるんで、アメリカでとんでもない値段がついちゃって、俺が売るとは言ってないのにアメリカでとんでもない値段になってますよ。久しぶりって本当に久しぶりだな。これがそんなカーボン使ってるのに1トン300弱でしょ。だからスポーツカーとにかく重くなったらダメですよ。いろんなデバイスをつけながら軽くしたいから、そうするともうカーボンでやらなきゃいけない。カーボンでやるとやっぱり高くなるんで、今のスポーツカーやっぱり高いのはまずそういうところですよね。だから逆に言うともうカーボンを多用しないで、ギリギリ軽量化にこだわりながら、人間でいう体幹をしっかり、つまりものすごく高いボディ剛性を持ってる車で、この NSX が最後の車でしょう。今いろんな自動車メーカーがスポーツカー当時出しましたけども、みんなサーキットにチューニングしないとまともに走れない。 NSX だけはもう量産車のまんまサーキットを楽しめる、そういうところがあって NSX のイベントは続いてるっていうのかな。ノーマルアスピレーションで8000回転回せるエンジンっていうのはもうこれが今これ以降ないよね。みんな今6000回転7000回転未満でしょ。やっぱりドライバビリティ、運転しやすさで、運転しやすい車っていうのはどういうことかっていうと、
やっぱりボディ構成がしっかりしてて、タイヤのこれ路面そのニュルほどじゃないけども路面のアンジュレーションってあるんで、そこでのタイヤの接地性変化がより少ない車、接地性変化がないっていうのはできないけども、接地性変化が少ない車っていうのはやっぱりボディ、サスペンション、タイヤを含めてその辺がしっかりしてないと出せない。おまけに重ければダメ。だから車体が軽くて剛性がある。これ実質300馬力あるけども、はい、300馬力でこれだけの性能を出すと言ったら、今それこそカーボンでも対応しない限りはできないよね。久しぶりって、御殿場からこっちへ移動したけども、シフトチェンジ、シフトを頻繁にやって、ノーマルロードだけどね、久しぶりかな。やっぱり久しぶりでも NSX 楽しいし、だから適当な車を作ろうっていうのはないんだよね。その時の技術力で一番いい車を作ろうっていうのはこれであって、その頃は280馬力規制みたいなのがあったから、そういうものがこれできたんであって、だからこれが300馬力オーバー、400、500馬力みたいなことを考えたら、この車は誕生しなかったね。結果的に僕はだからいい時にいい仕事をさせてもらったかなと。だから今こうやって形で残ってるって、本当これはね、誰にもできないこと。文字通り僕の人生の中、僕の第二のふるさと、第二のふるさと以上の、もう鈴鹿へこう近づいてくると帰ってきたなみたいなね、そういう気持ちに今でもさせてくれてる。この鈴鹿サーキットはですね、たまたまですけど今年開場60周年です。11月3日、あいにくの雨模様にもめげ、朝早くから国道1号線は東京方面から詰めかける車が列を出しています。街のモーターファンは愛車を買って後から続々と詰めかけます。いよいよレース開始です。第1レースはノービス 125cc クラス、実習 60.04 キロで争われます。神谷とピッチを上げてきた黒沢の激しい競り合い。トップの黒沢選手、ますます快調。黒沢はトップでゴールイン、平均時速 116.7 キロでした。で、僕の中ではここのサーキットがオープンして60年前、はっきり覚えてますけど、1962年の11月の3日と4日にレースがありまして、たまたま僕そこで、CR100 頭と93で走って、当時まだ自動車のレースない時代ですから、僕はそこで運よく2種目勝てましたんで、それ以来僕はじゃなくて僕だけじゃないですかね、
60年間途切れなくここへ通ってるっていうのは、もともとは、1990年に NSX が発売されて、で91年からホンダが主催の NSX オーナーズミーティングというのができたんです。いつもながら、オーナーの皆さん、それで NSX、そしてホンダ頑張るという意味で乾杯したいなと思います。乾杯。本当はね、全員来れば45人だったんだけど、ちょっとコロナにかかった医者、仕事で来れなかったドクター、めっちゃ美味しい。ぎっくり腰になったカーゲンの社長だとかさ、5、6人キャンセルで。いやでもキャンセルで出てくれてよかったんだよね。これでもどうしようかしてさ、もう10人掛けのテーブル4人が目いっぱいだ。まあ山下さん大丈夫だ。タイヤをね、新しい銘柄にしたんですよ。何？芝タイヤ。何これ？いや俺それ知らないから、あんまりそれ信じないよ。気をつけて、走るやつに乗っとく。神崎さんちゃんと知ってるな。日本人大体ね、バーッと持ってきすぎない。一品ずつ食べたら取りに行く。だっていっぱいバーって取ってましたよ。ANA のパイロット。いや、これあれですか？ガンさんチャンネル。ガンさんチャンネルに出るんでしょ。やばいの返せ。やばい、よくない。いや、俺だろ。大事にしてね。肩抱かれてる。かみさんね、昨日骨密度を測ったら20代だって言われて喜んじゃった。すごい。もうすごいね、お美しい方で本当にはつらつされてましたもんね。いや昔は多少綺麗だったけど、今は単なるおばあさん。ホンダがもう30年やったからということで終わりたいっていうんで、オーナーの皆さんを中心に、続けたいと。それでホンダの方からはオーナーズミーティングと名称を変えてくれっていうのもありましたから、まあ僕が言い出して、じゃあ単純に NSX ミーティングにしようということで、あくまでもこのイベントはオーナー自らが主催なんです。去年から NSX ミーティングとして年数回やってます。まあとにかく年末に入りましたんで、最低でもクラッシュなし、できればスピンもなし、コースアウトをしたらどうしようか、バッケンとか、いや目を合わせない。久しぶりに車綺麗だ。あ、そう。なんかチンスプレーが取れたとかさ。それはこれじゃないですよ。なあ、ここのあれ綺麗に治ってるじゃん。何を言ってるんですか。でもね、衝撃は大したこと、どっか割れちゃったんですよ。
8時30分からまず8時50分までですね、最初のワンセットということで、ウォーミングアップ程度で走ってください。で、1周だけいつものように先導走行コース確認をしまして、ピットインいたします。その後はもうフリーと。じゃあ黒澤さんの方から。今の伊豆原の話分かりました？ちょっともうちょっとゆっくり話しないと自分は資料見てさパパパパってして俺の仕事終わったみたいなさ、そんなもうちょっとさ、僕からは特にありませんけども、今日初めてって人はまさかいないよね。己の車タイヤをよく情報を取るようにして、それで楽しんでください。何かあったらとにかく入ってくるように。以上です。今日のタイヤはまあまあだ。よく温めてから。はい。一番サーキットから近い人。出が2個目2個目立ち上がっていくじゃない。そしたら、110行くまでの間こっちいたわけで、僕はこっち側ここ来たから、そしてここでこっち土地こう空いてるじゃない。だってここに行こうと思ったら右側にさウインカー出してんの。右側にウインカー出してどうすんだみたいな。だって真後ろにちょっともっと揉めた方がいいよ。もっと揉めガンさんの魅力はですね、まあくったくないというか、まあ歯に衣着せぬ毒舌というかね。それでまあ非常にあったかいですね。人間的にあったかいです。人格すごい人格者っていう感じがして、なんていうんですかね、こうサーキット来てても自由にこう走らせてくれたりするところがすごくなんかいいなっていう感じで。ただガンさんに会いに来るようなもので、どちらから？熊本です。そうですか。ああ、本当だ。熊本ナンバー。どんな存在ですか？神様です。神様です。だから普通にこう話してくれるのがもう本当嬉しくて、はい。だからもうでも緊張するんですよね。でもあんな80代いいなってやっぱ思いますね。はい。皆さん九州から来ましたが、九州です。どちらからですか？福岡から来た向井と申します。よろしくお願いします。福岡市内来ました坂田です。大分から来ました遠藤と言います。よろしくお願いします。ちょっと一言ずつガンさんの魅力ってどんな感じですか？いやもうすべてです。すべてです。もっと早くにお会いしたかったです。4月のミーティングで初めて直にお会いしたんですけど、やっぱすごい方ですね。すごい方やけど親しみやすさもあるという、その両極端があるので、そこが素晴らしいところだと思います。どんな感じですかね？やっぱりですね、気さくにお話ししていただいて、でたくさん教えていただいて、いろいろですねいろいろ教えていただいて目標ですね、走りもそうだし、年齢になるまでしっかりカーライフを送れるという健康な状態、皆さんとコミュニケーションをとって自分も20年以上先ですが、今のようなガンさんのような形でカーライフ楽しんでいきたいと思います。やっぱりですね、すごく分かりやすく、アマチュア目線で考えてくれるところ、プロ目線でここが理想とかじゃなくて、皆さんアマチュアなんだからしっかり楽しみましょうっていうレベルを下げてくれて、そこから少しずつステップアップするような、そういうふうに導いてくれるところがガンさんの魅力ですね。91年から来てます。31年2年ぐらい来てます。ドライビングが素晴らしいのはもちろんですけど、プライベートでもちょっとお付き合いさせていただいてるんですけど、
そういった人間的な尊敬できる部分だとか、いろいろ教えていただいてますよね。ガンさんの魅力ってどんなところにあるんですかね。飾らないところじゃないですかね。素晴らしい経験とスキルをお持ちなんですけど、それをあんまり表に出さないというかね、で非常に気さくにどなたにも接してくれるところがいいと思ってます。なんていうんですかね、だいぶ親しくしてすごくよく話しかけてくれたりとかしてくれて、本当に仲良く、本当にこう言ったら失礼ですけど、本当お友達みたいな感覚で接していただいて、ものすごくありがたいですね。だいぶ年相に話も穏やかになりましたけど結構いろいろ起伏に富んだお話を。そうですよね。なんか楽しそうですね。はい、楽しいです。もう最高に楽しいです。80を過ぎてももうこうやって元気でやられてるんですけどね、私も見習わなきゃいけないなと思ってます。いろんなこと挑戦されて、すごい経験された方だっていうのを思い、いろんなこと。ありがとうございます。ちょっとよろしいですか。はい。なんかガンさんの魅力そうね。ガンさんの魅力ってどんなところですかね。やっぱりね、ズバズバものを言われるところがやっぱりね、心に刺さりますよね。忖度がないっていうのがね。結構このミーティングは出てるんですか。はい、私が乗り始めた時からもう16、17年無欠席です。ガンさんの魅力ってどんなところですかね。いや、ガンさんは思ったより本当に親しみやすくて、こっちの疑問に対してもちゃんと答えてくれるんですけどね。そう、はい、ガンさんのためにも頑張って走り続けたいと思います。ガンさん、はい、転倒しちゃった。久しぶりにあれですか、自分の車で鈴鹿サーキットは。自分の車で本コースは何年ぶりっていうか、大丈夫ですか。10年以上、で今1本だけ今年のタイヤですけど、他3本がもう7、8年前のタイヤなんで、いずれにしても久しぶりなんで、この時期まだ気温が低いんで、タイヤと相談しながらゆっくり行きたいと思います。今ピット出ます。
ヘアピン。タイヤはひどいな。全部コース説明できなかったんですけど、今タイヤはものすごい振動とね、おかしいわよ。ご苦労様です。タイヤやっぱりダメだ。それよりすごい振動。タイヤの振動がすごいんで、もう今日はこれやめといた方がいいかもしれない。ちょっと温まってきたら、まあそれは大丈夫かなと思ったんだけども、それ以前にもバランスが悪くて、バランスが取れなくてものすごい振動なんで。で振動が起きるってことはいろんなところにストレスがかかるから、だから今一周ストレート1回でもう限界なんで、それでもうやめました。だからコースはね、一応半分ぐらいは説明しながら走れたんですけど、振動の方が気になっちゃってね、今回頭で考えてたコメントの半分ぐらいしか取れてない。タイヤ以外は久しぶりに走ったけど、エンジンもすごくいいし、ミッションレフ全部パーフェクト。ちょっとタイヤが残念。もう古いんだよ。もう今年も終わりましたね。僕は来年83になります。周りから免許証変なとか言われても僕知らんぷりしてるんだけど、まあでも一生懸命、トレーニングもしてるし、松井さんのおかげで、体も健康になってますし、また皆さんと鈴鹿でこういう時間を持ちたいと思います。ありがとうございました。帰り気をつけて帰ってよ。ね、一人で帰るの？みんなで帰るの？自分は一人で。あ、そう。じゃあ来年またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。吉川さん。ありがとうございました。今度ゴルフね。はい、ぜひよろしくお願いします。腕は磨いておきます。安子さん。人妻ってこんなことしていいのかな。いいですね。一人一人皆さんにちょっとコメントを添えてあげて。やっぱりね、僕もそうしたいし、
皆さんも喜んでくれるし、で最近ボケてきてるけども、まあみんなの名前を一応みんな覚えてるんで、だからガンさん人の名前よく覚えるって覚えるのも大変なんだこれ。最近覚えるより忘れてる方が多いからさ、あるところである自動車メーカーがこれを見てね、もう不思議だったね。要は僕とインストラクターそれから2、3人でこれ動いてるわけね。で他でこういうイベントやるともう参加者より多い人を集めて完了していかないとできない。だからみんなびっくりするんだよ。ほいで他人から見てると「ガンさん何もしてない」って言うんだけどさ、いや確かに何もしてないんだけど、ここへたどり着くまで30年間ずっといろんなことやってきたからさ、だから僕がいちいちやらなくても全部分かってくれる。いやそれとね、これはホンダがすごいのか NSX がすごいのか、変な人いないんだよ。ジェントルマンばっかりだから。やっぱガンさんを見習ってるんですよね、それはね。いやそう言われるとくすぐったいけども、いやでも絶対そうですよ。やっぱりもう、人としてのガンさんのやっぱね、そういうところを感じて。いやそう言ってくれると嬉しいけどさ。ガンさんありがとうございました。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 いや僕のライフワークにもなってるし、見てる人がね、この雰囲気っていうかこういうイベントがあるっていうのを知ってもらえれば、やっぱりモータースポーツの一環一つになれば1ページになれば、まあこの辺はもうちょっと誰にもできないことかな。やっぱりこの車を僕が自ら開発したっていうのがやっぱり根底にあるし。ありがとうございました。いい、本当ありがとうございました。